感動できる音楽を聴いてもらいたいというのが目的なので、そういうような工夫が、これ50年のやっぱり歳月をかけてちょっとずつ進んでるなということで。もう生まれて方々75年ほど。長谷川康江75歳です。今日は一日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。この商品ですね。ここにいっぱいあるのはもう自社の全部長谷川さんの。そうです。はい。今日作っていただくスピーカーで1個いくらぐらいするんですか？17、8万じゃなかったかな。これは主にどういった用途で使うスピーカーになるんですか？趣味で音楽を聴く人のホームスピーカーということになりますね。単純な作業なんですけど、これ一回鍵盤から切り離して後で加工するって感じ。スピーカーの木型になってまして、こっちは基本うちのオリジナルのタイプのスピーカーになります。これって自社でこう作られたものになるんですか？そうですね、木型も自社で作るプログラムからこう書いて、これが一番大きい T タイプっていうキットのサイズで高さ90センチなんですけど、これが一番うちで大きいやつで、これが一番うちで小さいやつの対比をいつも見せるんですけど、お客さんと一緒に製品作ってきたみたいな歴史がありますね。空気の力で吸い付けてるんですよ、これ。吸い込まれる。本当だ。これでちょっとズレがないか見て。ズレちゃうと木型を変に削っちゃうんで、そうするとまた作り直しとかしなきゃいけなくなっちゃうんで、こっちを最初だけ見てます。
中身の1枚目が終わりです。でここからこう同じことを繰り返していって。今から何の作業なんですか？このうちの R ドリは丸く加工するんですけど、積層してもなんか平らにして接着したいんですけど、これがないとここになんか塗料が染みちゃってなんかかえって汚くなるんですよ。 R を取るのが、まあ、一応うちではまあ綺麗になる方法の一つかな。これちょっとエアブロとかでゴミとか払ってこの後接着の工程に移ります。これは中、さっき側見てもらったと思うんで、この中、はい、7枚接着します。
はい出ました。なんかでかったっけ？世界でこんなスピーカー、これしかないだろうと。コンクリート製のバックロードホーンなんて考える人もいないし作る人もいないし、なんとか世に出したいと。でうちも工場で工具とかを作ってても仕事としては楽しいけども、でもスピーカーだったらこんな夢のある商品はないと。自分でも楽しみたいし、綺麗な音楽、迫力のある音楽を再生するようなスピーカーをぜひ世に出したいということで、その先生に僕に作らせてくれと、うちで会社で作らせてくれということからちょっと始まったんですね。おいくつの時ですかそれは？私、はいまだ20歳ちょっとぐらいかな。そこからじゃあ今50年ぐらいずっと。そうですね。よいしょ。はい、じゃあ社長お願いします。はい。95じゃない。ハンダとかを社長がしてるのはやっぱ大事な作業になるってこと？そうですね。いいでしょうかね。はい、話します。はい。合ってます。大丈夫ですよ。はい。
今日撮影一日ありがとうございました。はい、ありがとうございました。オーディオ作りのお仕事の醍醐味を教えてください。音がその時代とともに良くなって、それやっぱりこういろいろ工夫があって、吸音材を変えてみたり、スピーカーコードの中のコードを変えてみたら音が変わったとか、三角形のピラミッドみたいな紙風船を作って入れてるんですけども、地元で作ってる和紙、手すき和紙ですね。でその三角の吸音材を作って入れてみたら、もうすごく音が変わって良くなったり、そんなとか工夫でちょっとずつ音が良くなってきてると。息子のアイデアなんですけども、音の流れるトンネルですね。そのトンネルの四角の温度がぐーっとつながってるんですけども、その角をちょっと丸く取ったんですね。ほんの少しだけ角を丸くしたことによって音がまたガラッと変わったんですね。今1機種だけ機種を作ってるんですけども、音ってすごいちょっと変えただけでどんどんまだまだ工夫する余地があるなということで、感動できる音楽を聴いてもらいたいというのが目的なんで、そういうような工夫が、これ50年のやっぱり歳月をかけてちょっとずつ進んでるなということで。長谷川さんにとってこう最後の理想形、行き着きたい理想、これを最後教えてください。はい。せっかく演奏者、あれ歌手がうまく歌ってうまく録音してオーディオ装置を通してその思い伝えたいということがあると思うんですけども、オーディオ装置が力がないと、せっかく心を込めて歌ったのが全然リスナーに伝わらないということがあると思うんです。演奏者の気持ちを最終的にリスナーに届けられるように、そういうスピーカーを作って感動を届けられたらなと思って、それが夢というかまだまだ先があると思うんですけども、感動できるスピーカーを開発していきたいなという思いで、皆さんの部屋に届いて楽しんでいると思いますけども、ぜひこれからも長谷博で応援ください。ぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。